こんにちは、彩りです。前回はピンクのお花を使ってお正月のアレンジメントを作りました。今回は黄色いお花を使ってアレンジメントを作ります。色合いは黄色に合わせて爽やかな色で揃えました。材料を紹介します。まずは通常の造花コーナーにあるお花から、白いマム、中心がグリーンのピンポンマム、そして黄色いミニオーキッド。こちらの3点です。続いてこちら。松が3本入っている松ピック。そして染料のピック。こちらの2点です。飾りはこちら。ちりめん風のピックと水引、房の飾り。こちらの3点です。器はこちら。陶器の丸型のプランターです。底に穴が開いていますが、シールが貼ってあるので、このまま使っていきます。フォームは一般的なサイズの8分の1のサイズを使います。だいたい 5.5 センチぐらいの角で、高さが8センチぐらいです。このままだと少し高いので、器から飛び出ないように上を少しカットします。器から飛び出ないようにしたいので、少しカットしました。入れた後に上をカットしても大丈夫です。中に入れていきます。指先で押すと潰れてしまうので、手のひらで押していきます。フォームが入りました。このままだと角が刺しにくいので、角を切り落としておきます。ナイフを斜めに当てて切り落とします。こんな感じで切り落としました。4つすべて切り落とします。フォームは柔らかいので力を入れなくて大丈夫です。こんな感じですべて切り落としました。これで横からも刺しやすくなっています。わかりやすいように目安の線を引いていきます。目安の線はフォームの大きさではなく器全体で見ていきます。まずは器を3等分にするように横線を2本引きます。あとは真ん中に縦線を1本。こちらの線を目安に作っていきます。最初にこちらのミニオーキッドをこちらに刺します。お花の根元まで刺したいので、刺し口を残してカットしました。オーキッドはまっすぐ刺します。
まっすぐに刺しました。お花の根元ギリギリまで刺しています。次はグリーンのピンポンマムをこちらに刺します。低く刺したいので、こちらのくびれているところでカットします。こちらはまっすぐではなく少し手前に傾けて中心のグリーンが見えるようにします。マムが入りました。こちらはまっすぐではなくお花が斜めを向くようにして表情がよく見えるようにしました。次は白いマムをこちらに刺します。高さはグリーンのマムよりも少し高めにします。こちらも茎のくびれていたところでカットしました。こちらも少し表情が見えるように角度を変えていきます。白いマムが入りました。グリーンのマムよりも高くしてお花が少し重なるように入っています。こちらも少し斜めにしてお花の表情が見えるように刺しました。次は染料が3本入っていたので1本をこちらに刺します。グリーンのマムと同じように低く刺します。フォームを隠すようにしっかりと入れ込んで低く刺しました。次は房飾りを入れます。このままだと紐が長いので一回結んでおきます。2つとも結んだら松に引っ掛けて刺していきます。こんな感じで松に引っ掛けました。グリーンのマムの横に刺していきます。松と房が入りました。こちらも松はしっかりと根元まで刺して房が安定するようにしています。これで主な形ができたので残りのこちらを入れていきます。染料は葉っぱが大きかったので固めずに散らして入れていきます。一つは高めに後ろの方に入れます。右側に2箇所入ったので3本目は反対側に入れます。染料が入りました。後ろの方は高く入れて、もう一つは反対側に入れました。残りの松はフォームが見えるところを埋めていきます。染料の葉っぱで横はフォームが隠れていたので後ろの方に入れます。残りの松を入れました。
染料の葉っぱが大きかったので、後ろの方に入れました。最後に飾りを入れていきます。水引きは花材に引っ掛けながら留めていきます。アレンジメント完成しました。上から見るとこんな感じで全体に花材が入っています。水引きの飾りは葉っぱに挟んだり、お花に引っ掛けたりして留めました。ピックは木の棒が目立たないようにお花で隠れる位置に刺しました。今回は黄色いお花でお正月アレンジメントを作りました。黄色いお花は明るくて爽やかな気持ちにしてくれますね。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。